どうも皆さんこんにちは。これね、今使ってるカメラ新しく買ったんですけれども、ソニーの ZV-1 です。ちょっとお見せします。これ今こんな感じで使ってます。このね、外部マイクも後で紹介したいと思います。これね、まだ買ったばっかりで第一印象程度しか喋れないんですけど、屋外でお話ししていきたいと思います。最初に話していくのは導入っていう感じなので、もっとね ZV-1 の話が聞きたいという方は早送りしちゃってください。今ね、これ桜の木の下で喋ってるんですけど、結構ねつぼみが大きくなってきてて、もうすぐ咲きそうっていう感じです。私ここ数年はコンデジ使ってたのはキヤノンの G7X の初代のやつと、それからマーク3で、ソニーは RX100M5 使ってました。で一番最近で言うとキヤノン G7X マーク3使ってたんですけど、これがね動画の AF が、いまいちだったんですよ。ということでもう1年も使わずして、手放しちゃいました。電車がね結構うるさいんですよ。でその前はソニー RX100M5 だったんですけど、これもねなんかねあんまりしっくりこなくて、1年ぐらいだったかなで手放しました。ということでコンデジはもうちょっとしばらくいいやと思って、そういうコンデジ的な使い方をこのニコン Z50 でやってました。この Z50 は私結構ね気に入ってて、最近はね室内でのトークシーンとかでもよく使ってます。ただコンデジもあるとやっぱり便利なんですよね。このポケットに入る大きさっていうのが、やっぱ魅力的。特に女性の場合は小さいハンドバッグを使う日も結構あるので、そういうね小さいバッグに入れられるっていうサイズがすごくいいなと思います。でこの ZV-1 は動画性能に注力しているっていうことでちょっとね気になってたんですよ。ただね自分の中では RX100M5 があんまりしっくり来なかったっていうのもあって、どうしようかなと思ってました。で店頭に製品見に行った時のセールスのお兄さんがすごく熱心だったっていうことと、今ねキャッシュバックキャンペーン1万円やってるんですよ。なのでねそれでちょっと買ってみました。で何回も言うんですけど M5 の件があるので、正直言ってそんなにね性能期待してなかったんですよ。M5 みたいな感じなのかなっていうふうに思ってました。で買ってからまだ2日ぐらいしか経ってなくて、そんなにねたくさん使ってないんですけど、まずはね第一印象をちょっとお話ししていこうと思います。まずねいいなと思ったところから話していきます。まず1つ目、フォーカスポイントの表示が赤くできるところです。これねすごく地味なところなんですけど、私としてはねすごくいいなと思いました。私ソニーの α7-3 使ってるんですけど、これのフォーカスポイントの表示がねグレーなんですよ。ある設定をすると薄いオレンジも表示ができるんですけど、基本ねグレーで表示されてます。私街中で撮影することが多いので、まず道路がグレーで建物も結構ねグレー多いですよね。でさらに、曇ってると空もグレーということで、画面の表示見ててもフォーカスポイントどこ行っちゃったのかなって探すことが多くって、この色もっとね激しい色に変わらないかなと思ってました。これが ZV-1 では白か赤選択ができるんですね。このね赤表示ができるっていうだけで印象がね50倍ぐらい良くなりました。でこの今マイクを載せてあるアクセサリー集、これねやっぱあるとすごく便利ですよね。このカメラ動画推しの機材なので外部マイクつなげる人も多いと思うし、それからね必要であればビデオライトとかも載せられますよね。複数の外部機材をつなぐのであれば、リグとかをつけてたくさんね外部機材つけるっていう手もあると思うんですけど、とりあえずマイクだけでいいっていう時にもうリグをつけるっていうのもね手間ですよね。なのでこのアクセサリー集すごくいいなと思います。あとねこのモニターの表示がすごく見やすいです。ここも実は購入前にどうなのかなと思ってた点で、新しく買うのであればファインダー付きの方がいいのかなっていうふうにもちょっと悩んでました。太陽が真上にあるような状況だとどうしてもねこういうスクリーン見にくいですよね。
で今はね曇ってるんですけど、昨日お昼太陽が出てたので、その太陽の下でテストしてみました。このカメラのモニター表示設定のところに屋外晴天っていう項目があるんですけど、それを使うとモニター太陽の下でも見やすかったです。ファインダーを使った時と同様にくっきりはっきり見えるのかっていうと、そこまではいかないですけどね。あと重要なのはオートフォーカスですよね。これはねソニーの強いところだと思います。もう申し分ないというかバッチリです。もう今もねこれ私マスクしてますけど、目をずっと追従してます。本当ねオートフォーカス決まりまくってて気持ちがいいぐらいです。それから女性に嬉しい美肌モード、これって男性も使うのかな。これ3段階で強度選べるんですけど、開封した時すでにね初期設定で中ぐらいの強度に設定されてて使ってみたんですけど、いいなと思いました。ちなみに今も使ってるんですけど、どうだろう、なんかね自分ではいいんじゃないかなと思います。で一応3段階全部試したんですけど、一番高い設定のものは、私にはやりすぎかなっていうふうに感じました。っていうのもこういう肌の美白効果みたいな機能ってちょっとある程度年齢がいった、私みたいのなんですけど、こういうのが使うとやっぱりねちょっと無理が出るっていうか、やりすぎな感じになっちゃうんですよね。レベル3とかはねやっぱりね若いもう肌に張りがある綺麗な女の子が使った方がいいんじゃないかなと思います。なのでこれ今見ながら撮ってはいるんですけど、今ねこれ中ぐらいにしてるんですよ。で実際はね一番下のレベルにしても結構いい効果出てたので、一番下もしくは状況に応じて真ん中使うか使わないかなっていう感じだと思います。であとはこの電池なんですけど、これ持ちが悪いって言われてて、実際持ち悪いんですけど、私はねこれで良かったなと思ってます。っていうのが私 M5 使ってた時の予備電池が家に4個ぐらいあるので、それがねそのまま使えるっていうのがいいなと思いました。もう電車がねさっきからバンバン通るんですよ。あと嬉しいのが USB 給電しながら使えるっていうところです。普段4個も予備電池を持ち歩いてて、それで足りなくなるっていうことはあんまりないんですけど、万が一の時にモバイルバッテリーから給電できるっていうのは嬉しいですね。あとライブ配信する人にとっても便利ですよね。ケーブルさえつないでおけばずっと使い続けられるっていうのがいいですね。で次は悪いところっていうわけじゃないんですけど、ちょっと気になったところを話しておきます。まずは手ブレ補正機能を効かせると画角が大幅に狭くなってしまうっていうところです。こういう自撮り棒とかを使って自分とカメラの距離をちょっとね離さないと、自分の顔がフレームにいっぱいいっぱいってなっちゃうのが難点かなと思います。せっかくもともとは 24mm っていう広角のレンズなので、もう少しねどうにかならないかなと思いました。ちなみに私が今使ってるこのセルフィースティック、伸びる長さはそんなに長くないんですけど、持ち手のところが三脚にもなっていて結構ね使い勝手がいいので、これ動画の説明欄のところにリンク書いておきます。今私座って喋っていてそんなに動きがないので、手ブレ補正はスタンダードで使っています。で次内蔵 ND フィルターについてなんですけど、太陽が真上にあるような時だと F1.8 シャッタースピード60分の1とかだとねもう全然効果が足りないので、もうちょっとね濃度が濃かったら良かったなと思いました。今後の製品の開発でできるのであれば、ちょっと ND 何パターンか濃度を選べるとか、あとねちょっと無段階で調節ができるとか、そういうのがあるといいなと思いました。このカメラで使える外付けの ND フィルターっていうのも販売されているみたいなんですけど、コンデジなのでできるだけコンデジだけで完結したいですね。で今私が使っている外部マイクなんですけど、ゼンハイザーの MKE200 っていう今月発売されたばっかりのプラグイン方式のマイクです。私これのレビュー動画も作ってあるんですけど、すごくいいんですよ。これ日本での発売はつい最近だったんですけど、私レビューのために去年のね12月ぐらいからこれ使ってるんですよ。もしブログ用にこういう外部マイク
マイク探してるっていう方いらっしゃったら、このマイクすごくいいのでおすすめです。私マイクのレビューとかもやってるので、よかったらこの辺の動画も見てみてください。予算に合ったマイクが必ず見つかると思います。ちなみに今日ニコン Z50 につなげてたマイクはこちらゼンハイザーのね無線のマイクです。こっちのね首元にマイクつけてあります。これはねちょっとお値段が張るんですけど、こういう無線のマイクも使い勝手がすごくいいので、もしね口元とマイクの距離を一定に保ちたいっていう方検討してみてください。ということで今日はねとりあえず第一印象をということでこれで終了です。動画の内容気に入ってくださった方はぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。今歩いてるので手ブレ補正アクティブに設定しました。どんな感じですか？ちょっとね私もモニター見てみる。なんかすごくいい感じですよね。ただやっぱりもう少しね画角広い方がいいかなと思います。